ボンジューパリプロムナードチャンネルへようこそ。今回の動画の前半ではフランスが誇る伝統の技を受け継ぐブティックを、そして後半では新しい時代のパッションに満ちたシェフが繰り広げる美食の世界へとご一緒しましょう。どうぞ最後までゆっくりとお楽しみください。今日はとても良いお天気です。アコさんと一緒に私はメトロのエチエンヌ・マルセルの駅を出ました。今日私たちが訪れるのはルクレア・パスモントリー。アコさんが10年来ずっと行ってみたいと思っていた場所で、私にとっても初めて訪れる場所なのでとても楽しみです。目的の場所には意外なほどすぐに到着しました。創業1852年。呼び鈴を押して店内に入りましょう。私たちを迎えてくれたのはエレオノールさん。繁華街の駅のすぐそばにこんな場所があった。宝物のような隠れ家を発見したような感じ。それが私の第一印象です。ずらりと並んだ見事なタッセルの数々。パスマントリーと聞いてもピンとこない方も多いと思います。その範囲はとっても広くって、タッセル、ガロンテープ、フリンジなどさまざまな形のものがあるようです。これはニューヨークの摩天楼。こんなデザインもあるんですね。これは海辺のホテルの内装に使われたりするっておっしゃってますけど、なるほどそうかもしれない。これはとっても人気のあるデザインで、トラビアータという名前がついているそうです。こちらにはまるでお菓子のマカロンを思わせるようなカラフルなシリーズが並んでいます。なるほど。これまで見せていただいたものはこんな風にして生かされるんですね。ブティックの奥の部分がミュージアムになっています。これはジャカード織りの機械ではないですか？パンチカードもちゃんとセッティングされています。ガラスケースに入っているのは歴史的なシャートを飾るパスマントリーのシリーズだそうです。ちなみにこの花のモチーフはベルサイユ宮殿に使われているのと同じ。しかもマリー・アントワネットの部屋のものだそうです。Moi, je m'appelle Jérôme de Clerc. Ça, ce sont mes arrière-grands-parents. Le fondateur de la maison, sa fille, le mari de sa fille, le fils Gaston, ma grand-mère et mon père. Et vous? Et moi.
6e génération. 6e génération. Et puis vous avez 7e génération. Et je travaille avec ma fille, oui, sera donc la 7e génération. 6代目のご当主であるジェロームさんにガラスケースの中のものを見せていただきました。時代ごとの展示になっていて、まずはルイ14世の時代のクリエーションから。Attention. Là, c'est... これはパリのオペラ座のもの。この辺りはフランスの議会などに使われたもので、19世紀終わりから20世紀初めくらいのものだそうです。Ça, ce sont des franges pour les rideaux ou pour les fauteuils. Les grandes maisons, les grandes familles, ils avaient de l'argent, donc ils pouvaient faire... ナポレオン3世時代、ブルジョワ階級がこぞって贅沢なものを注文したようです。それがいわば富と成功の象徴だったと言えるようです。私たちは見るものすべてそれぞれに歓声を上げてしまいます。ジェローミさんにとっても毎回発見があるとおっしゃいますから、私たちが歓声を上げてしまうのも無理のないことかもしれませんね。これはパリ市の紋章、パリ市庁舎の中に使われていたものなんでしょうね。一体これらがどんな風に作られているのか、とても興味深いですよね。ルクレール・パスマントリーのアトリエは現在パリの郊外にあって、今でも20人ほどの職人さんたちが制作に携わっているそうです。このブティックにある機械、お飾りではないんです。実際今でもこれらと同じものがアトリエで使われているんだそうです。これ1830年の機械だそうです。今日は特別に地下のフロアにもご案内していただけることになりました。どこか別の時代にタイムスリップしてしまったような気がしませんか？これ気になりますよね。Ça, c'est une artiste qui utilise les fils anciens récupérés. Et là, c'est une autre œuvre. このメゾンのパスマントリーのさまざまなアイテムを使ってフランク・ソービエというファッションデザイナーが花嫁衣装の一部として作ったものなんだそうです。特別注文があった場合にはそれらをこのようにメゾンのアーカイブとしても見本を保管しておくんだそうです。こちらパリのパラスキューホテルの中華料理レストランのデコレーションとして制作したもの。これはウィーンのシェーンブルン宮殿のもの。フランスだけじゃないんですね。そのお隣の配色もとても素敵じゃないですか。これはシャンティ以上の装飾だそうです。
こちらはドイツ大使館。これはフォンテーヌブロー城。ベルサイユ宮殿のマリー・アントワネットの部屋。世界各国の邸宅建築のためのクリエーション。こうしてどんどんレパートリーが増えて、新しいページが加えられていってるんだなということがわかります。ディテールを見れば見るほど惚れ惚れしてしまいます。これがまさにパリのオペラ座の貴賓席のところにある装飾と同じものです。Et l'embrasse complète, il y a 2 glands. Voilà. Et c'est dans les loges impériales de l'Opéra Garnier. これ一つで6キロ。それが対になっているそうですよ。ジェロームさんのお話を聞いていると、ドゥクレール・パスマントリーがまさにフランスを代表するパスマントリーのメゾンであることが伝わってきます。オテル・デ・ラ・マリーンの修復プロジェクトでは、パスマントリーのすべてをこちらのメゾンが手がけたのだそうです。オテル・デ・ラ・マリーンはこのチャンネルでも以前ご紹介しました。改めて感動してしまいます。ところで、先ほどナポレオン3世の時代、ブルジョワたちが富の象徴としてパスマントリーをオーダーしたというお話をしましたが、当時はかなりいたはずのパスマントリー職人が現在は随分少なくなっているようです。けれども現代でもこのようにしてフランスの伝統技術が受け継がれ、歴史的建造物の修復プロジェクトになくてはならない技として今でもちゃんと存在しているんです。そして国外の富裕層たちからも求められる技術として存続しているのは本当に素晴らしいことだなと思います。私たちは特別にバックヤードも覗かせていただきました。この一つ一つの引き出しにはメゾンの膨大なコレクションの見本が入っていました。これ今注文することができるものなんです。お客様はこれをオーダーするとき、実際に自分の家の内装の色に合うかどうかなど、これらの見本を使って実際に確認することができるようなシステムなんですね。サンプルの一つ一つを見ているだけでも私は心が躍ります。でも私のような方は他にもたくさんいらっしゃるんじゃないかしら。こちらはブティックとして扉を開いていますが、奥の方まで説明していただくためには事前にアポイントを取って訪れることをお勧めいたします。一本の糸から始まるありとあらゆる美しい形、その芸術品と言えるものたちに私はすっかり魅了されました。私自身は今すぐここで何かを購入しますというわけにはいきませんでしたが、いつの日かこの世界の豊かさの一部を自分自身の暮らしの中でも活かせるようになったらどんなに素敵だろうなと夢を見させていただきました。
さて、こちらはサンジェルマン・デ・プレとポンヌフの間にある界隈、リュー・クリスティーヌ。実は私、この界隈に10年余り暮らしていたので、とても親しみを感じる場所なんです。この映画館、懐かしいです。今も健在なんですね。昔の名画を上映している映画好きのためのアドレスといった雰囲気のあるところです。その向かいにあるこちらも私にとってとっても思い出深い場所。旅人として初めてパリに来た時、ここに一泊だけ泊まって贅沢をしました。そして今夜アコさんと食事をするのはその隣にあるレストランです。その名もル・クリスティーヌと言います。このレストランのシェフが今年から変わったと聞きました。そこでいつもお世話になっているプレスエージェンシーの方からお誘いをいただいて、今回初めて体験させていただくことになりました。内装がとっても洒落ています。特にこのテーブル、個性的ですよね。梁天井のある古い建物、そしてこのモダンな内装、色使いのせいでしょうか、なんだか温かみを感じます。新しいシェフのお名前はロドルフ・デパーニュさん。フランスの星付きレストランで料理とパティスリーの両方の技を磨き、さらにデンマークのレストランで発酵や燻製といった技法を習得、パン作りの技法も学ぶなど着実に研鑽を重ねてきたシェフです。Un ordre de dégustation particulier. Vous pouvez commencer avec le topinambour. La peau a été soufflée et la chair a été fermentée et mélangée avec une mayonnaise à la levure inactive. Ensuite, vous pouvez continuer avec du côté de madame la tartelette au chou kimchi et mousse de foie de volaille. Et pour vous, vous avez un insert de jaune d'œuf confit avec purée de chou-fleur, chou-fleur râpé et huile de truffe noire, de truffe blanche. Et vous terminez avec la petite pomme dauphine qui se cache sous la feuille de capucine, qui a été farcie avec camembert au calvados affiné par nos soins. なるほど、説明を聞いているだけでも発酵ということにシェフがこだわって仕事をしてるんだなと伝わってきます。Tarama, céleri remoulade à la crème fumée, physalis et poutargue. Et de ce côté-ci, nous avons retiré la poutargue ainsi que le tarama parce qu'ils sont faits à partir d'œufs de poisson. Et donc on les a remplacés par la crème de céleri remoulade fumée ainsi que des feuilles de sauge. Bonne dégustation, mesdames. こちらのレストランが特徴的なのはベジタリアンメニューにも力を入れていること。2つのバージョンで登場しました。Pain au levain centenaire. Donc, on travaille avec Christophe Louis. Vous avez pain nature et pain aux graines. Et un beurre de baratte de chez Thierry Le Marchand, assaisonné avec un sel de Madone, qui est un sel de l'Essex anglais. Alors, ici, madame, vous avez un chaud pointu avec une pâte de citron, algues de mer et beurre blanc tranché à l'huile d'âneth. Ah, c'est joli. Voici. Et du côté de madame, vous avez les moules fumées de Galice, avec émulsion marine, salicorne, beurre noisette, pâte de citron fermenté et crème de moule. このグリーンのがサリコーヌというものです。丘と海の間のところに育つ植物なので塩気があるんですよね。その下にムール貝がありました。こちらはベジタリアンメニューの一品で、先の尖ったキャベツを使ったもの。フランスの一般的なキャベツよりも柔らかくて
日本のキャベツにちょっと似ているかなと思います。そこに海藻がたっぷりとあしらわれています。On est sur le domaine des Maisons Rouges. On va être dans le Val-de-Loire, qui est composé à 100% de Pinot de Nice. Pinot de Nice, tout à fait. C'est un cépage endémique de la vallée de la Loire, donc ça veut dire qu'on en trouve uniquement dans cette partie de la France, dans cette région-là. C'est un vin qui va être très léger, avec pas mal de complexité aromatique, notamment sur l'orange sanguine en fin de bouche. L'agrume, c'est un des assaisonnements principaux du prochain plat que vous allez recevoir. Dans ce sens, ce vin-là, c'est un vin qui va vraiment... 柑橘類を後味に感じるというワインを勧めてくださったのは、次のお料理へのプレリュードでもあるんですね。Alors, ici, vous allez avoir des langoustines snackées avec une bisque en réduction et une bisque en émulsion. Et pour les assaisonnements, vous allez avoir lime-quat et kumquat, donc qui vont être les rappels un petit peu du côté orange sanguine que vous avez. ビスクを煮詰めてあるソースなのかな。ちょっと辛みを感じたんですけど、オイルに少し唐辛子を忍ばせてあるんだそうです。そしてポイントとなるのがコムクワットという柑橘類。うまみと酸味、そこにそばの実の香ばしさ、それらが手長エビのうまみと一体になって、なかなかこれも充実感のあるお料理。しかもこのさらっとした赤ワインと一緒の心にくいペアリングです。Ici, vous allez avoir le carré de cochon ibérique avec une béarnaise en sabayon, brocoletti sauvage italien et un jus vierge. Ce jus vierge qui n'est plus ni moins que l'association entre une sauce vierge et un jus de cochon bien réduit avec une belle texture bien apparente. Et de votre côté, madame, vous avez le millefeuille de pommes de terre avec tombée d'épinards et artichaut rôti, un jus végétal et crème d'ail fumée. Bonne continuation. まあ見た目が本当にどれも印象的ですよね。こちらはベジタリアンメニューの一品で、じゃがいものミルフォイユ。Un des plats qui, à mon sens, est le plus significatif de la cuisine du chef, qui sont les associations un petit peu surprenantes, comme vous avez pu le remarquer. On va être donc sur un prix-dessert, l'association entre la glace orgeat et la crème de manchego. Le manchego est un fromage de brebis espagnol, donc salé. Au fond, vous allez avoir un confit de clémentine. これは相当挑戦を感じるお料理です。それぞれ好き嫌いがあると思いますね。あこさんは途中でスプーンを置きましたが、私はとっても興味深くって完食しました。初めていただく味です。なんと繊細なリンゴのスライス。キュウリかと思ってしまいました。そこにカルダモンが振りかけてあって、その下にはフロマージュのムース、そしてキウイのコンポートも忍ばせてありました。爽やかな優しい見た目からは意表をつくような、かなり濃厚でしっかりとしたお味のデザート、とても満足感のある一品です。こちらはチョコレートのミキュイなんですが、ヘーゼルナッツをたっぷりと使ったデザート。アイスクリームにはアマレットが振りかけてあります。本当に初めていただくという味がたくさん登場したコース料理。味覚の旅をしているような気分でした。Très bien, merci beaucoup. Alors pour les mignardises, vous avez en face de vous un pudding de brioche caramélisé avec un voile de lait à la cannelle et au rhum. Ici c'est un macaron au citron noir d'Iran et ici un bonbon pomme yuzu que je vous invite à dérouler. Ouais, pomme et yuzu.
まだ続きがありました。シェフ、魅力的な方ですよね。まるで枯山水の庭のようなプレゼンテーション。これ、そばの実が敷いてあるんだと思います。若くてパッションにあふれたシェフのお料理の世界を存分に堪能させていただきました。ここからはちょっとおまけの映像です。レストランのある界隈、先ほどは暗くて雰囲気がよくわからなかったかもしれません。よく晴れた朝にもう一度あの界隈を歩きました。これがレストランのある通り、クリスティーヌ通り。こちらがレストラン。朝の9時台なんですけれども、奥の厨房ですでにお仕事をしている気配があります。料理人の方って本当に働き者ですよね。クリスティーヌ通りの突き当たりにはル・デ・グランズ・オギュスタという通りがあります。有名な紅茶の専門店マリアージュ・フレルの左岸のお店もここにあります。そしてこちらはシャンパーニュの専門店。今大規模な工事の途中のようですが、実はこの建物で一つの歴史が生まれています。ピカソの作品の中でもひときわ有名なゲルニカは実はここで描かれているんです。さらに北の方へ歩いていくとセーヌ川の岸辺に出ます。ここにノートルダムも見えているのわかります？長い長い冬を経てようやく春の兆しが見えてきたパリ。気温はまだ低いですけれども、この太陽に温められます。ここまでご覧くださいましてどうもありがとうございました。今回の動画はいかがでしたでしょうか？この動画が気に入られたらどうぞ高評価とコメントをお願いいたします。またチャンネル登録がまだお済みでない方はどうぞチャンネル登録もよろしくお願いいたします。とても励みになります。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。アビアント。